こんにちは、ポロロです。フェルマーの料理第4話を視聴しました。まずはごめんなさいをさせていただきます。今回ランナにフォーカスを当てた話になり、新事実が次々と明るみに出ました。そして僕は2話の動画で、ペイはオーナーシェフ、カイの言うところの主役を短いスパンで引き継がれてきたレストランだと考察していたのですが、全然違ってたということを思い知らされました。やはり凡庸な一ファンの考察など当てになりませんね。だけどこれは矛盾にならないかと思う点もあったんですよ。ぜひ最後まで聞いていってください。ところで今回ガクが創作した料理は揚げ浸しでした。ところがこの揚げ浸し普通ではない。食材がイチジクなんですよね。そもそもイチジク食べたことあります？僕食べたことなくってどんな味なんでしょう。そしてこのイチジクの料理方法がまた数学的なんです。再現が難しいというかめんどくということで、今回はドラマフェルマーの料理第4話を取り上げます。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマではフェルマーの料理マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラマフェルマーの料理の原作、放送情報や配信、見どころについてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておきます。ぜひご覧ください。ではまずストーリーの振り返りを行っていきましょう。ある日、国内外で強い影響力を持つレストランレビュアー綿貫哲平の予約が入ります。それを受け会はコース料理の担当替えを発表します。実は綿貫哲平の経営の来店は2度目のこと。当時の夫人は前菜赤松ランナー、スープワンミンジェ、魚料理ダビド・サロペーニャ、肉料理固定カツヤでした。評価は高かったのですが、綿貫哲平がこれと認めたレストランに必ず残すレビュー、通いたい、この文言がなかったのです。次こそは必ずこのレビューを書かせる。会は強い決意を持ってコースの担当を再現します。選ばれた者は大きなチャンスを得るということだ。それを聞き、神妙な表情を浮かべる面々。チャンス、K のオーナーシェフの座のことでしょうか。かくして K のシェフ選抜が発表されました。まるでスポーツ、少年漫画的展開にワクワクします。スープ担当、ワンミンジェン。ワンはガッツポーズを決めます。魚担当、固定カツヤ。失望をにじませながら、わかった、と承諾します。メインディッシュである肉料理から外れたことに傷ついたようです。肉担当、赤松ランナー。一瞬戸惑いの表情を見せますが、もちろん承諾します。隣でペーニャは悔しがります。魚から外れたことで肉の担当が回ってくるのではと期待していたのでしょう。そして前菜担当、北田岳。スターターとして重要な役割を果たす前菜。それをシェフを始めて2週間の岳に任せるというのです。前菜はコースの世界に引き込む瞬発力を必要としています。彼の通いたいという最高評価を得るためなら、他にもっと適任のシェフがいるのでは。前回に続く会による岳へのあからさまな特別扱いに、マコルク以外の他のシェフたちは色めき立ちます。当事者の岳も驚きを隠せません。しかしオーナーシェフ会の決定は絶対です。それでもレビュアーの評価を気にするなんて会らしくないとスタッフは口々に囁きました。ともあれ K の命運は4人のプレイヤーに託されました。綿貫哲平の来店は1週間後、店の命運をかけた大抜擢ですが、何を作ればいいかもわからず途方に暮れる岳に、会はプロじゃない料理人は俺には必要ない。プロになれ岳とだけ告げます。岳はプロって何と可愛く小首をかしげることしかできませんでした。この日も淡島邸では渋谷と淡島が会の教応を受けていました。淡島は脇役として会に育てられている岳に興味津々です。彼の大胸筋も興奮を隠すことができず、ぴょんぴょんしていました。プロになったらご紹介しますよ。と告げる岳に渋谷が問います。なれなかったら自分にとって必要ない人間だったというだけと会は答えます。今は岳にご執心な会ですが、必要な駒は必ずしも彼である必要はないようです。未だ明かされない目的に向かって邁進する会は言います。俺には時間がない。ですよね。問われた淡島は来年の花見くらいまで。と支配者然とした態度で告げます。それを聞いた渋谷は納得のいかない表情でため息をつきました。ところで前回渋谷は会のやり方に不快感をあらわにして退席していたのですが、日を改めてまた席に着いたようです。ここに来なければならない理由があるのでしょうか。メインの肉料理を着々と理想の味に仕上げていくランナー、ワンも固定も着実に完成に近づいています。一方で岳は未だ調理する素材すら決まっていません。しかし会は球団もアドバイスもしませんでした。迷える岳はランナーの試作を食べ、これがプロと感心します。しかし、実はランナにも苦悩がありました。女性であるがゆえの体力的なハンディキャップ。実はシェフって男社会なんですね。対等に戦うため、彼女は習慣的に体力作りに勤しんでいました。精査が出るのは体力だけではありません。過去には料理に力強さがない、と評されたこともありました。そこには女性が作った料理というバイアスがかかっていたようにも思えます。
迷える額、休日、彼の姿はプールにありました。額も体力作り。実際、彼も数学しかしてこなかったので、体力的なハンディがありそうです。しかし実は、密かにリハビリをしている魚見鮎に会うのが目的。額は今までも壁にぶち当たるたびに、鮎から思いがけないヒントをもらっていたのです。しかし今回、鮎はいたずらめいた意味を浮かべ、額をプールに引き落としました。額はトンカチでした。一度は溺れますが、それでも数学で英法を解釈し泳ぎます。足がつるまでの数メートルでしたが、脱トンカチを成し得た額、帰り道。数学の応用で多くの事象は解きほぐすことができることを再認識します。しかし、今回はゴールが見えず逆算ができません。作るべき料理が見えてこないのです。ところが、鮎の顔を見つめていると、ふと思い至ります。今までは客の顔が分かっていた。しかし今回、綿貫哲平の顔を知りません。それが料理のアイデアが浮かばないボトルネックになっていたのです。綿貫哲平の書いたあらゆるレビューを舐めるように調べ始めた額、目がキラキラと輝いています。大きな気づきを得た額でしたが、それ、毎回やんの？翌日、キッチンで分析結果をもとに試行錯誤する額にランナが声をかけてきました。店に来た客全員にいちいちこんなことをするのか、そうと言います。言われてみれば、と頬をかむ額でした。その帰り、額が通りかかった中華料理屋に入ると、そこにはランナが先客として来ていました。ランナはあんかけ焼きそばを注文していました。メニューの最前列で強調されていたそれは、店主にとってのスペシャリテ。外食の際、ランナは必ずスペシャリテを注文するというルールを設けていました。額もランナに倣ってあんかけ焼きそばを注文します。それは極上の一品。まごうことなきプロの味でした。ランナはいつも無表情でしたが、ここで見せた笑顔がとてもチャーミングでしたね。ランナは前菜を決められない額に対し、みんなそれぞれに苦悩を抱えていると諭します。額に苦悩を問われたランナは、今まで自分が抱えてきた悩みを打ち明けます。女性のシェフが少ないこと、ランナの母がフレンチのシェフとしてお店を持っていたこと、客の前に出た際に、女の子の作る料理は、と言われ、悔しい思いをしてきたこと、きっと母も同じ思いをしてきたであろうこと、自分が目指すのは母であること、ランナのルーツを知った額は、ぜひ彼女のお母さんのレストランに行きたいと言います。しかしランナは額の顔を見ずに少し沈黙した後、今度ね、と答えるのでした。額はランナに前菜の味を見てもらうことになりました。彼女は額の試作を美味しいと評するも意見します。一番大事なものが足りていない。プロと素人の違いはいかに美味しい料理を作れるかだけじゃない。あんたが信じる美味しさって何？額にアドバイスを与えたランナー。店を後にしようとした彼女にカイが声をかけました。突然現れたカイにランナーは苛立ちます。自分にメインを任せるとはどういうつもりなのかと。二人の間には何か因縁があるようです。カイはランナーがいい料理人だからと答えますが、その実力にまだ満足はしていません。いつになったら約束を果たす？いつになったら俺を超えるんだ？ランナーは何も言い返すことができませんでした。額はいかに自分の料理を作れるかだと答えを導き出し、自分の強みである最大限の美味しさを数学で引き出すことで前菜を作ることを決めました。前菜を決めるための食材選びにはマゴロクが付き合ってくれました。先輩でもあるマゴロクは的確なアドバイスをします。そして額が手に取った食材、それはイチジクでした。いろんなフルーツの特徴が混ざり合ったような複雑な味なので上級者向けの食材とマゴロクは説明をします。加熱をすると香りや酸味が失われ、甘みだけが残るし、加熱しすぎると形が崩れてぐじゅぐじゅになります。しかし、額はそこに数学的な活路を見出しました。それはつまり、イチジクを加熱するベストな調理法がないとも言い切れないってことだよね。逆説的な額の物言いに、マゴロクはいまいち要領の得ない返事をするしかありません。綿貫哲平の来店当日、額はイチジクを使った前菜を作ります。額の作ったイチジクのベニエ、トマトとライム、エストラゴンのエッセンスは、これまでに前例のない料理でした。額は会に対し、この料理を数学の対偶を使って思いついたと説明します。イチジクの高温調理はできない。それは素材本来の味が失われるから。つまりそれは、素材本来の味が失われないようにすれば、イチジクの高温調理はできる。ということです。皆さんわかります？僕は1回目の主張では理解が追いつきませんでした。後ろで説明を聞いたマゴロクも理解を諦めました。額はイチジクの味を壊さないギリギリの温度、52度を試行錯誤して見つけ出しました。そしてその温度を実現できる調理法は、揚げるでした。外側はパリッとさせ、内側は生の風味を残す、イチジクをレアでいただける画期的な調理法です。それを額はスープをつけて揚げ浸し風に仕上げました。綿貫哲平も初めて出会うその味と食感に驚きます。絶品の一皿を堪能し、名残惜しそうに見送りました。貝も額の前菜、顔を見ずに作り上げた手法を褒めたたえます。今回の回優しかったですよね。先方額のひらめきによってスタートダッシュを切った K の新しいコースメニュー。これは絶賛のレビューが期待できそうです。綿貫哲平の退店後、レビューはすぐに更新されました。総評や前菜自体の評価はとても高く、スタッフ全員で喜びを分かち合います。ところが、コースとして見た時の額の前菜にケチがつきました。イチジクを揚げ浸しのようにしたことで、コースのバランスを崩す前菜だったと評価されてしまったのです。前菜の次はスープ。
汁っ気の多い料理が続いたことが減点の理由でした。ガクは自分の料理だけを考え、コース全体のことを考えられていなかったことに初めて気づきました。しかし、すぐに新しいアイデアを思いつきます。後日、K にはコースを注文する綿貫哲平の姿がありました。通いたい。あの文言がレビューになかったのにどういうことでしょう。そして気づきます。前菜のアレンジがスープからソースに変わっている。それは、ガクが中華料理屋で感銘を受けたあんかけ焼きそばから得たひらめきでした。レビューが更新されました。レストラン K、また通いたい名店だ。綿貫の正体は、冒頭でガクと孫六がまかないを作るために市場に買い出しに行った際に彼らにアドバイスをくれた人物でした。ガクは2度目のチャンスをものにし、シェフとしてレベルアップを果たしたのです。全てはカイの計算のうちでした。実は1度目の来訪で、鉄平が帰る際、カイが近日中にまたご来店くださいとお願いをしていたのです。また、アンバランスなコースにも気づいておきながらそのまま提供していました。全てはカイの成長を促すため。そう指摘されたものの、カイははぐらかしますが、まず間違いないでしょう。カイによって大切に育てられる学、何が目的なのでしょうか。綿貫はカイが K を手放すつもりであるという噂の真相と言います。それについては何も答えませんでした。鉄平のレビューを受け、カイは正式にコースの担当を発表しました。前菜は学、そしてメインディッシュである肉料理の担当はランナに命じます。これに対しランナは、認めてくれたってこととカイを問い詰めます。ランナを真顔で見つめ返すカイ。いい加減返してもらう、この店を。はい。この時僕は2から3話まで丁寧に積み上げてきた考察がもろくも崩れ去ったのを感じました。ランナーはガクと中華料理屋で話した際、いつかお母さんのお店に行きたいというガクに複雑な表情を浮かべていました。しかし実は K はかつてランナーの母のお店だったこと、3年前にカイに奪われたことをカイに告げます。母に店を返して、そう詰め寄るランナーにカイは無表情で何も言い返しませんでした。時は2024年、前回のランナの北田学からこの店を取り戻すしかないという発言を受け、K のスタッフたちはざわついていました。ここは私たちの店だと主張します。だったら彼がいなくなった時にそう言え、と副料理長の補定が言います。自分たちの選択に責任を持つべきという主張です。スタッフ全員で学を選んだという話は以前も出ていました。そこに学が現れます。自分は変わっていないと断じました。すべて聞いていたようです。しかし、それに対する失望や怒りの感情はありません。自分がどう思われようが、この K を成立させる、そんな強い信念が見て取れました。手を強く叩き、オーナーシェフとして命じます。ディナーが始まります。皆さん、準備を。というわけで、フェルマーの料理4話を振り返りました。急展開。思わず、と声が出ましたよ。3話に登場したランナの名刺に書かれていたオルスというレストラン。これ K の前身のランナのお母さんの店名ってことですよね。ランナの目的は K を乗っ取るでもなく、技術を盗むでもなく、取り戻すことにありました。オルスのスパイ呼ばわりして本当にすみませんでした。これにより僕が前回まで大々的に主張していた K のオーナーシェフが引き継がれているという考察は外れていることが分かりました。日々させましょう。初代 K のオーナーシェフはカイです。カイが3年間その責務を担っています。そしてランナがオルスを取り戻す条件は、彼女の実力がカイを超えることのようです。今回コースのメイン料理を正式にランナに任せることが決まりました。これは K のシェフで一番の実力者はランナであると認めたに等しいです。しかし2024年時点で K は存続し、かつオーナーシェフはガクになっています。このランナのランにカイはどう答えるのでしょうか。次の話の予告でカイは涙を流していました。あのカイが泣いている、まさかの涙に SNS は湧いております。さて、淡島のセリフで気になったものがありました。来年の花見くらいまで、カイが K のオーナーシェフでいられるのは期限があるようです。淡島の言う通り、春までカイがオーナーシェフを務めたとすると矛盾が生じます。それは2024年で額の頭を悩ませる損益計算書の内容です。2話の動画で詳しく研究しています。2話に登場したそれには、2024年1月からの K の財務状況が記録されていました。そこでは1月からずっと人件費が変わっていないことになっています。これはおかしい。カイが春までいたとしたら、4月か5月頃には人件費が減っているはずなんです。この矛盾を説明する方法は3つ。1、そもそもカイは2023年中に K を去った。一番無理のない筋書きです。メタ的な解釈をすると、このドラマの放送も年内で終わるので違和感がありません。淡島の見積もりが甘かったんですかね。しかしそうなると、つい先日まで高校生だったガクに高級フレンチレストランのオーナーシェフを任せるという地獄のような選択をしたことになります。2、カイは無給で働いていた。さすがにあんなマンションに住んでいて無給はありえないでしょうから、別口で金銭の授受をしていたというのが現実的でしょうか。そうだとすると、カイに支払いをしていたのは淡島か渋谷でしょう。きちんと申告していないと脱税になります。3、損益計算書が間違っていた。これはもうすなわちドラマ制作陣のミスとしか言いようがありませんが、まあそういうこともあるでしょう。
はい。というわけで今回はフェルマーの料理第4話の振り返りと考察でした。それにしてもこんなに考察がはかどる作品になるとは思ってもいませんでした。ちなみに視聴率は第3話が 5.3% だったようです。ただのお料理ドラマだと思って見ていない方も多いかもしれませんが、多くの伏線が仕掛けられていて楽しいですよね。もっと知ってほしい。ドラマフェルマーの料理は Netflix と Unext で配信中です。僕の相方 YouTuber の歌丸さんのチャンネルでは原作漫画のフェルマーの料理を取り上げています。またこちらの動画では最新刊の4巻についてもネタバレにならない程度で触れているのでぜひご覧ください。X では映画やドラマに関するポストを行っています。仲良くしていただけると嬉しいです。フォローよろしくお願いいたします。最近アイコンがクリスマス仕様になりました。可愛いでしょ？マイホームヒーローの動画でもご紹介しましたが、こちらでも改めましてイラストをプレゼントしてくれた福地さんありがとうございました。イラストレーターの福地さんのゆるふわなイラストはホームページでご覧いただけます。概要欄のリンクからご覧ください。それではまた次の動画でお会いできますように。バイバイ。